最大のやらかし佳作以下、波がこうなくなっていくっていうんですかね。なんでこうなっちゃったんだろうって本当に思うんですけど、失敗から学んだのはそこですね。内田漫画チャンネル内田です。本年もどうぞよろしくお願いいたします。帰ってきましたということで、前回、佳作を受賞しうっかり漫画家という肩書きを手に入れた私ですが、佳作ですね。佳作を受賞した後どういう流れになっていくか、今回お話ししていきたいと思います。項目はこちらですここに出てるはず。はい、とてもね今回も重要なというか、最大のやらかしを私はここで犯しているので、どんなことをしてしまったか話していきたいと思います。よかったら最後までご視聴ください。佳作を受賞して本誌デビューをしたんですけども、次も私の場合はもう一度賞を出すという流れになりました。私はちょっと運がよく佳作で本誌デビューしてしまったんですけども、やっぱりその準入選入選以上を取らないと本誌掲載にはならないので、次にもう一回賞に出して、準入選もしくは入選を目指すことになりました。で、おそらく準入選や大賞を受賞した方はもう一回賞に出すっていう流れではないと思います。もう次は本誌掲載、読み切りなり連載なりを取るためのネーム制作になるんじゃないかなと思います。私は佳作だったのでもう一度賞に出して、それ佳作以上の賞を取ることを目指すことになりました。で、問題がその次に何を書くかですね。その佳作を超えるものを次書かないといけなくて、で担当さんからは私は、何書いてもいいと言われました。なんか好きなものを書いていいって言われて、今回佳作を取ったキャラクターを使ってもいいし、続きみたいなのでもいいし、全然違うものを書いてもいいと言われて、で私その次に書きたいものってあんまりなくて、次はこれでいこうこれでいこうみたいなのを全く考えてなかったので、結構そこでブレちゃったのかなっていうのはありますね。はい、でやっぱりその受賞後の次の作品って多分めちゃくちゃ大事で、やっぱり前回受賞したっていうあれがつくのってもうその時しかないんですよね。次の賞を取った方が出てきてしまうので、どんどん波がこうなくなっていくっていうんですかね。もうその波に乗っていいものを書いてすぐ連載とか掲載されるようにやっていかないといけないので、受賞後の作品っていうのは本当に重要だと思います。はい、で私が何失敗したかっていう話を今からするんですけど、私受賞した作品がもう本当にサイバーパンクというかそういう世界観のもので賞を取って、今は私がその絵柄世界観が自分のね強みって分かってるんですけど、当時はまだ2作品目だったし、自分がそのどういう世界観が向いてるとかがその分かってなくて、今思えばその受賞した次の作品ももちろん同じようなサイバーパンクな世界観で行けばよかったのに、なぜか私はノーサイバーパンクの学園ものをなぜか書いたんですねもう今思うとなんでって思うんですけど、魔女に憧れる男の子高校生かなの話をなぜか書いてしまって、全然世界観がサイバーパンクのさの字もないし、ちょっとファンタジーですね。ファンタジー寄りで学園もの、しかも登場人物4人っていうねわかる人はいると思うんですけど、読み切りで登場人物多いのって結構まずいんですよね。散らかっちゃって話がまとまらないというか、読み切りの場合って登場人物を少なめにしたりするのがセオリーだと思うんですけど、その作品がこちらです本当にもうチューブもないし、全然配管もないし、なんでしょうね、全然違うことをやりたかったんですかね。その佳作を受賞した時にその何で受賞したか分かってなかったんですよね。そのほぼ画力で撮ったみたいな話をしてるのに、
その画力を生かすような話を書かなかったんですよ。はい、いや担当さんも止めてほしかったんですけどね、担当さんは別にその違うことをやることに関しても何も言ってなくて、これを賞に出そうってなったんですけど佳作以下なんですよね。多分受賞が難しいってなって結局代言扱い。まあそりゃそうだよこれはね乗らないって乗らないし、読んでもひどい。なんでこうなっちゃったんだろうって本当に思うんですけど、多分ここが私の漫画力のなさかなって思います。一発屋です。本当に一発屋でしたね。はい、で次回この問題作の中身を読んで紹介したいと思いますのでね、賞を受賞した後っていうのはすごい大事なことなので、ちょっとねこれで賞を取ったら次こういうのにしようとか、あと自分の強みを理解 しとくのはやっぱり大事です。私はそれが本当に分かってなかった。当時は本当になんで今は絶対これ書かないですもん。配管とかねそういうものがないものはもう書けないですね。いやそこがちょっと未熟、まだまだ未熟なんですけど、私がその失敗から学んだのはそこですね。自分の良さ強みを生かせる作品を、書けなかったのが本当に敗因かなと、思います。はい、はい、ということで、佳作受賞後の流れというのは、とても大事ということが分かってもらえたでしょうか。受賞後に書く話は本当に大事になるので、皆さんは受賞後の作品もぜひ考えながら、投稿作を書いてほしいなと思います。よければチャンネル登録していただけると励みになります。では次回はねこの問題作の中身を見ていきたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。